おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、バラを描いてみせようと思います。こちらのバラでございますね。こちらのバラを描いてみようと思います。今日はもう世界一、簡単な動画ということを目標に頑張っていきたいなと思いますけども、世界一簡単にバラが描けるなんてね。でも途中から大体皆さんからそうツッコミを受けます。できるかーっていうね。で、今日は用意したの紙はですね、ワトソンです。ワトソン。で、ワトソンで、もう本当に皆さんでも一番ワトソンとかですね、ラングトンとか、あとはウォーターフォードとか、日本の、水彩、師かな、ラングトンかな、ウォーターフォードとかですね、そんなに高くない、紙ですね。これ中目ぐらいだと思いますけども、ただ僕、紙はね、300g の厚いやつを使った方がいいと思います。もう一回り、薄いやつあるんですけど、どうしても水彩画って、ある程度水使いますので、なるべく。で、僕はこういうブロック式のもの、これ F4 号というサイズかな、を使っておりますけども、いろんな紙使います。アルシュなんてね、フランスのメーカーで高いですけども、で、マスキングテープは僕なんかはいつもこうやって貼っておきます。どんなものでも大体貼っておきます。これなんでかっていうと、額縁効果って言って、なんか額縁に絵って入れたら、なんかギュッと良くなることありませんか？で、これ剥がしたらね、ギュッと良くなるんですよ。で、今回はちょっと背景まであんま描かないので、あまり効果はないかもしれませんけども、額縁効果ということで、こういった感じにしております。で、このバラなんですけども、やはりですね、まずいっちゃん大事なのは、セッティングですよね。で、まず今日はもうこの赤いバラは後で、後半戦に、取っておこうかなというふうに思いますので、まずこの白いバラだけを描いていこうと思います。こちらのですね。で、白いバラ、これもう本当にちょっとだけでも角度動かしてみてください。もうギュ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 とね、ギュギュギュ、もうそれだけでも、これもええな。迷うね。どっちがいいかな。こっちが、光に向かっていってる方がベタかな。これだけでも印象違います。で、葉っぱなんかもですね、こっちになると葉っぱの裏側になりますんでね、とかってね、葉っぱもこれ取ってあげてもええかなとか、ありますけども、まずこの白いバラ。ちょっとベタですけど、こういった角度で、光もね、ここにライトあるんですけど、ね、だいぶ印象変わるでしょ。うわ、これかっこいいな。ね、こうなると絵の方が光らんなとかね。こちらの絵の方がですね、こういう風にライトの位置とかによっても、高さ低さ変えることによってだいぶ印象変わります。後ろに落ちる影なんかも全然違いますよね。こういった感じで。で、こういったところもどのあたりにするかなとかっていうことを一生懸命考えられてみてください。それではもうこの角度でいきましょう。まずこのね、鼻の角度って大事です。そして鉛筆、下書きをしていきますけども、よく鉛筆の下書きってどれくらいでやるんですかとかね、聞かれますけども、その絵によって僕は変えてます。で、今回は水彩画らしい感じというと、あれですけども、ちょっと薄く描いていこうかなというふうに思いますので、薄く透明水彩らしく描けたらなと思いますので、これ今 B を使ってますけど、あんまり濃く描かないで、で、今回は本当にもう世界一簡単なバラの描き方ということで、超初心者向けに。で、この形の取り方も難しいんですよね。光の方向がこのぐらいの角度から来とるなということで、ね、ここにうっすら光当たっとんなと。で、これがこういう四角の箱に入ってたらどないでっかっていうことで、光の角度とかね、でそこから少しずつ細分化していったりするんですけど、だいたい光、ね、どのぐらいの箱に入ってまっかということを書いて、今回はちょっと葉っぱの方まではあまりいきませんけども、少しだけ書いておきましょう。必ず用意するものっていうのは、鉛筆を2H から 4B ぐらいまででいいかな。とりあえずはいいと思います。で、紙もこのような日本、ワトソンとかあたりは僕は結構昔は学生さん教えてた時はワトソンぐらいでいいよということで、そんな高級な紙とかなかなかね初め買えませんので、で水彩のパレットに関しては僕これいいの買った方がいいよっていうふうに言ってます。ステンレス製のこういうのアルミかな、ステンレス製かな、こういったものなんでかというと、これも一生もんやと思ってます。一生もんやと思いますので、鉛筆に関しては後で買い足していけばいいと思うんですけど、で、この口がなるべく多いやつ買っといた方がええよっていう風にいつも言ってます。で、水入れなんかこれ小学生の時使うようなこんなもん使ったりしてますよ。でもこれやっぱ水入れも、やっぱりちゃんと口が4口とか3口とかあるやつをぜひぜひ選んでください。
ペットボトルとか、もう本当に僕は緊急の時はペットボトルとかでやりますけども、なるべく口が多いやつの方が水とかですね、汚れたらすぐ違うところでできたりとかしますので、カメラ越しに見とるんでめっちゃ見にくいんですよ。すみませんね。で、形もちょっと写真と違うと思いますけど、そういうのをお許しください。で、鉛筆で、ちょっとこうね、鉛筆の腹を使いながら描いていきます。ね、で、どういう。腹使ってると紙の立てるとですね、なかなか消えにくいんですけど、腹で描いていったりとかすると、すぐ消えます。簡単に消えます。で、練り消しで初めは消します。練り消しでですね。で、しっかり消すときは硬い消しゴムですね。モノさんとかの消しゴムを使えば、ああいうね、プラスチック消しゴムと呼ばれるようなものを使えばいいと思うんですけど、初めのうちは練り消しとかで、ザザザザとラフに消していくという感じです。ね。この辺はもうちょっと後ろの方までいかないと思いますけども、ちょっとラフに書いておきます。で、これぐらいになってきたらもうどこ何書いてるかよう分からへんわなってきたら練り消して消します。練り消しは僕はいろんな種類ありますけども、そんなに高いものは使っておりません。練り消しで、余分な線とかまず消して、それでもなんとなく形見えますのでね。で、どこまで書けばいいのの質問に対してですけども、濃さに関しては透明水彩は僕は、そんなに濃くないものを使うことが多いです。で、絵によっても濃厚に今日いったるぜっていう感じの時はもう本当に 2B とかで書いたりしますけど、B とか F とか H ぐらいの感じで、書いていったりとかすることが多いかなというふうに思います。そこも本当にですね。で、どれぐらいまで書けばいいのという質問も、今日はちょっとある程度しっかり書いておきましょうね。ある程度花びら一枚一枚をちゃんと描いていくという動画を作れたらというふうに。で、バラもね、どういうふうに花びらがなっとるかなというのをちょっと見ながらですね。これがこうなって。で、余分な線とかを消したりとか。最近視聴者になってくださった方ね、もう本当にうさおさんですけどね、明るく楽しくやっております。誰だって初めはあるわけですよ。初めはね。初めてのこととか初めはあるわけです。それで初めはもう大体失敗します。いきなり成功なんかしないです。でもなるべくね、成功体験を増やしていってほしいという。なんでかというと、皆さんに継続してほしいんですよ、おじちゃんは。ね、続けていってほしいと。で、もうすぐね、1枚ダメやったからもう諦めたとかって言うんやなくて、2枚3枚続けながら、少しでも成長できたぞという実感を持っていけてほしいということでございますので、少しこの辺がね、ぐちょぐちょぐちょとなっていて、花びら一枚一枚がね、こういう風に連なってバラって面白いですね、本当にね。昔はバラなんか描いてたまるかと。みんな描いてたもんやったりね、若かったからですね、とんがっていたんですね。とんがりまくっていたんで、バラなんか描いてたまるかと思ってましたけどね、今、こうやってね、うちのちびっ子が、嫁はんに何かプレゼントしようかって言ったらお花あげたいっていうのでお花を買いに行ったバラでございます。日頃の感謝を込めて、で少し余分な線も消しつつ、で自分で理解できればいいわけですからね。ここにこういう線があってこれがこのあれでとかっていうことの理解に関しては自分で理解ができるっていうことがまず大事ですよ。で、比較ですね。ここにあったらここの隙間の形がどうなってるかなとかっていう比較とかをしながら隙間とかのこういう形を見るという、これがなかなかできないんです。皆さんが見てると。本当今日なんとかね、世界一優しい超初心者向け、を作れたらと本気で思ってます。で、ちょっと余分な線とかをちょっと消しながら、本当にいよいよしっかり消したかったらば硬い消しゴムとかで消して、ください。で、なるべくここ触らないように、手で触らないようにしてください。なんでかというと、直接手でですね、油ついてるでしょ。おじさんも超乾燥肌なんですけど、それでも油つきますので、ね、油ついてれば水やから弾く。なるべく画面触らんように、練り消しは大丈夫なんですよ。でも手で、素手とかで触らないように、気をつけてください。これぐらいだったら本当はね、下書きとか線でも書けてもいいんですけどね、とりあえずは今日はちょっと下書きでこういう感じで、B 系で鉛筆の腹を使いながら優しく書いていって、ちょっと最後余分な線とかを消しながら自分で理解できるかどうかというところでとどめました。じゃあ早速いきましょう。いけるかな、超初心者。ついてきてください。水彩筆とかもごちゃーっといろいろ入れてます。たくさん入ってます。ね、ちょっとね、大きめの筆でなるべく書いていった方が皆さんの
参考になるかなと思いますので、でパレットは僕こうなるべく多めに出してます。である程度グラデーションをつけるように、なんかこう青やったり、その横緑やったり、ちょっとこう茶色っぽく黄色っぽく茶色っぽくなったりとか、白の横黄色やったりとか、そこからオレンジになったり赤になったり、こう紫になったり、また青系に行って青系に行ってという感じで、なんかこうグラデーションをつけるように置いていってます。これはもうそれぞれの人がでどこに何の絵の具を置いたかわからんようになると思いますので、なんかねマジックとかで書いといてもいいかなというふうにどっかにね思いますし、どこに何かをある人はこの裏側にこうなんか書いて、貼っつけてました。賢いなと思って。僕はやってません。僕はどこに何の色がいったかも全然わかりませんけど、でこういう100円ショップとかでシュシュシュとかっていうね、っていうやつをとかですねやられてみてください。こういうのとかお化粧のあれかな。でちょっと僕はこう白とオペラという色ですね。オペラという色。オペラと白はチャイニーズホワイトですけども、オペラという色はこれはですねホルベインさんのですかね、外に出しております。なんか案外こう面白い色なので、これをこういうところ外に、で今回はちょっとオペラっぽいのを結構使えそうなのでブリッと出しておきました。さあ行きましょう。緊張の瞬間。オペラもう初心者向けね。いくよ。こういう風にこう手製のワンチンとかですね。これは透明のただアクリルの棒です。モチーフが遠いとね老眼やからね。うわ綺麗やけどちょっと鮮やかすぎるなもうちょっとこうマゼンダ系がいいかなと。で水だけでちょっと濃厚になっているところとかにところね、超緊張の瞬間ですよね。で少しなんか黄色かかって見えるなとかっていうところとかはほんの少しだけでもねこうやってね黄色ちょんとこう差し込む。うい一人で遊んでおります。でねこの辺影なんですけど、とりあえずはもう鮮やかなビビッドな色ね一番初めこう置いてみましょう。もう初心者になるべく向けて頑張っておじさん作りますね今日もね。グラデーションがねこうできたという感じですね。ちょっとね水気を取った筆とかピュッと拭き取ってあげたりとかもしてもいいですよ。少しねこうクックックッオペラでまた水だけで溶いたものとかでこうやってみたりとか、少し濃いとことかねこれマゼンダとかなんかそういう色やとクリムソンレーキとかやと思います。僕はね色の名前を覚えれないんです。すみません。もう皆さんがねこうやなと思う色をどんどん置いていかれたらいいと思いますけどね。こういう色とかもね教えてくれた方が助かるわっていう人もいるかもしれません。すみませんね。もうおじさんはその辺ね、皆様が選ぶ色に関してはもう個性やと思いますので、自分の趣味やと思いますので、ベッとこう塗ってしもたら、ちょっとなんか全部塗りすぎた。ちょっとここに黄色とかペッと差し込んでみてね。ペッ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 。ちょん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 。それでもなんか濃すぎるわとか思ったら、水気を取った筆でシュッとこう拭き取ってあげて、どうですか。まずこう鮮やかなエッジの強いところだけをまず描いていっております。で少しもうこれちょっと思い切って影に入っていってる感じを少しこう出してみようかなと思ったら、一回こうやってこうね影に入っていってるなっていうところを描いてみて、でもピンクやないぞ、もっと青とか入れてみて、少しねチャン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 とかね、拭き取ってみようかなとかね。それだけでも赤と青を混ぜると何色になりますか。そうですね、紫ですね。ちょっと紫がかったような色になったぞとかですね。ここは影の中の影という感じで、よいしょ、少し泡立ってますね。でより濃いところとかがあるぞと思ったらちょんとかちょんとかちょんとか入れて、もうその段階で少しこう遊んであげながら、遊ぶって難しいですよね。なかなか遊べないわよって、忙しくて遊べないわよって、
声がもうどんどん皆さんの声がね、おじさんは能力者ですから聞こえてきますよ。ね、一応ちょっと強くしてるとかね。少しそういうふうにこうね、影に入っていってるとかっていうところとか、そういうところにちょっとね、青木を、これ分離色っていうんで、ちょっと後で面白いね、乾いてきたら少し雰囲気変わるかもしれませんけどね。無理無理どう皆さんも無理やとか言うてますか？あかんわ、こんなん無理やってなんかちょっと声がちょいちょい聞こえ出しましたよ。無理や、こんなん無理やで、ちょっとこの辺は結構こうね、全体的にはピンクみがかっているので、ちょっとね全体をピンクみがからしてあげてもいいかなと思いますので、一つのこう色面にしてあげて、ちょっとね中もの方までビューっと。いや無理や、できへんわ、またやりやった、サムネイル詐欺やりやったって皆さん言うてますか？この心の声がすぐ聞こえてきますけどね、サムネイル詐欺やりやったわ、よいしょ。ピッピッと1層目からねこう少しこう全体的な感じで見えてきてますけど、なんかできそうな気しません？どうないですか？拭き取ろうとかね、もっと完全に乾いた筆とかでもいいですよ。ピュッとピュッとね、でエッジがね強なってるところとかをギューッと。もうちょっとこうしっかりと拭き取ろうと思ったらこういう風に拭き取ってあげたりとかですね。この辺の中とかもね少しこうグラデーションになってたりするなとか思ったら少し拭き取ってあげたりとかして、一番エッジが強いところ、こういった感じで1層目から少しこう複雑にしながらエッジが強いところとかはしっかりとこう強く置いてあげたりとかして、グラデーションを作ったりとかしながら複雑にしていくね。で、茎の方少しこれが乾くの待ってる間とかもう描いていきましょう。ざざっとね、この辺はもうあんまりこうそんなにこう今回の動画のテーマではないので、少しざざっとこうラフに描かせてください。ギザ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 ちょん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 と少しねこの辺はこうラフに描かせてください。ちょっとね緑が濃いになってるところとかっていうのとか少しこうギザ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 でなんかこう下の方まであるんですけど、うまいことねこうグラデーションでなんか逃げていくというか、もうこの辺とかと例えばガラスの瓶とかここに大きい葉っぱあったりとかするとか、少しこう例えば端の方に行くと少し水を多めにして、ね逃げていくと言うの変やけども少しこうね、ラフに描いといてあげる。このぐらいでちょっと一旦乾かそうかなと思います。それでは続きを書いていきますけども、完全にちょっと乾かしました。でその段階でちょっと余分なこう鉛筆の線とかを少し消してあげて、でなんで透明水彩っていうかというと、やっぱ重ねていくわけですね。重ねていく透明を透明で重ねていきながら描いていくから透明水彩っていうふうに言うんですけども、ちょっとその重なりみたいなのをちょっと活かしながら描いていけたらと思います。この辺のちょっとマゼンダ系の色ですね。でしっかりエッジが強くなっているところっていうのは強くなっているように描きながら、ね、後ろに回っていって、で少し水とかでグラデーションをつけてあげたりとかしてね、強くなって。どっちが強いかとかね、その辺はおじちゃんなんとも言えへんから皆さんでね、しっかり見てあげてください。影とかの色とかね、隙間とかにある影の色とかを探して
この辺は影になってるなとか、この辺が難しいかもしれませんが影になってるなとかですね、影の色とか。影の色とかもね、こう白いものですからあんまりこう暗くなりすぎないようにしないと気をつけないといけませんよね。この辺がこういきなりこうぐーっとこう暗くなりすぎてしまわないようにやっぱり白いもので、他の色とこう重なってきたりとかして、2層塗られているところとか、1層だけのところとか、あと周りをほんの少しだけでもですね、こちら側からぐっとこう強くしてあげたりとかすると、よりこう白いものっていうのが白く見えてきますよね。こちらの方からね、暗い色がぐっとこうぶつかってきたりとか、こちら側からぐっとこう強くぶつかってきたりとかですね。よいしょ。向こう側からぐっと。茎とかはもう軽めに今回はしておきますけど、で緑とピンクなんか全く違う色ですから、この際はパレットを掃除するとか筆をしっかり洗うとかせんとね、あんまりこういい結果出てきませんので、こういう時はちょっと注意して、パレットもですねもう全然真逆の色です。緑と赤とかね、ピンクとかっていうのは少し軽めに描いておきます。で少しこう重なっていっているところとか、エッジが強いところとか、ですね、花びらのですね、そういうところを探しながらちょっと強くなってるなとか、それでもやっぱり立体感とかっていうのがね、なかなかこう皆さん出ませんわっていう感じかもしれませんけど、よいしょ。エッジが強くなっているところとかですね、本当にこうそういうところを探し出してぐーっとこうぼかしてあげるとかね。描いて、またこう水でグラデーションとかね描いて、でグラデーション、エッジがこう、強なっているようなとことかですね。あとはこうモチーフとモチーフのこの花びらの影とかっていうのも落ちてたりしますので、その辺というのはこれよく見ながら、注目しながらやってください。でこう光がこっち側から当たってて、この辺はちょっと明るくなってるなとかですね、この辺はちょっとこう中の方にこう黄色い色が見えるぞとかですね。でエッジが強いところとかですね。手前にぐーっと出てきているところなんていうのは少しこうしっかりとですね強めに描いてあげて、観察しながらですね、後ろの影かな、モチーフの固有の色かなとか、そういうのをよく観察しながらですね、この辺なんかねうっすら黄色が見えてますんでね、今からちょっと黄色を差し込んでみてもいいかなとかですね、なんかこう緑っぽく見えるようになってきたなとか、もう僕の場合はもういろんな色にこう途中から見えてくるというね、でそれでどんどん描きすぎてしまう病というところなんですけども、皆さんもねちょっとあるかもしれませんけど、その辺をこうバランスよくビタッとこう止めれる瞬間にね止めれたら一番いいんですけどね、その辺っていうのがやっぱ水彩の難しいところの一つですね。ちょっとこう黄色に見えてきて影に落ちているぞとかね。
ちょっとね、緑を感じるようなところも出てきよったな、畜生って感じですね。でちょっとまあ書き込んでいけばいくほど他のところも少し書きたくなってくるというのがこう絵というものですので、ほんの少しだけでももうちょっともう密度上げるところは少し上げてあげて、ほんの少しねオペラちゃんを入れたりとかしながら明るい花を描いていきました。続いてはですね、濃い花バラを描いてみようかなと思います。どうですか？こんな感じで背景からこう暗い色とかをぶつけてあげたりとかすると少しこう浮き上がって見えてきたりとかしますけども、とりあえずモチーフ単体みたいなものはこんな感じで。それでは次はバラを描いていこう、濃いバラを描いていこうと思います。今度はちょっと思い切って大胆にいってみましょう。先ほどはねもう本当に超初心者向け、今回もまあ超初心者向けですけども、少し先ほどよりも大胆にね、もうちょっとずつこう怖くなくなってきましたよね。多分ね。もうちょっと軽く下書きをしておきました。で、もう赤いエッジのバラ濃厚な赤をね、冷気系またはちょっと、カドミウムレッドに近いような色かなを思い切って塗っていってます。もう全面に行きましょう。今度はね、できますかできませんわねっていうツッコミが皆さんから聞こえてきます。でちょっと水も多めにしながら濃厚に塗っていってます。濃厚にでちょっと濃いなとこう形を少し自分で認識できるようにしながらですね、ちょっとこう冷気系みたいな明るい光が当たってる先ほどと同じような光ですので、ところと影の中の色ね、影の中の色はちょっと青系を混ぜたような濃厚な紫に近いような感じにしてやろうかなとか、ぐわーっとねこの辺とかぐわーっと少しこの拭き取ってみるっていうのを一つかなと思います。拭き取ってみる、グッとグッとね、グッと少し拭き取ってみたりとかしながらですね、グッとで、水気を取ってですね、ぐっと一回こう先ほどは明るいバラを描いてるので、ちょっと形に対しては皆さんもね怖くなくなってきたんじゃないかなと。でこちらの方影ですけども、グッとグッとで、この段階で、少しですね、濃いところとかをまだ乾かんうちに少し濃い色とかをグッと置いてみたりとかしながらですね、グッと塗ったりとかして、この段階でですね、ある程度の濃淡みたいなのとか自分の頭の中でもう一回再構築してあげる。また難しいこと言ったね、難しいことばっかり言いますよね。こちらの方が後ろのが濃いかなとか、少しね雰囲気出てきましたよね。なんとなくこうおバラなんとなく形が見えてきたぞと。また濃い色を置いてみたりとかしながらですね、ティッシュで拭き取ったりで、少しずつこう水が落ち着いてきていますので、水落ち着いてくるということは拭き取ったらブワッとこうにじむのが少し減ってきますよね。少なくなってくる。意味わかりますかね。初めのうちはやっぱ拭き取ってもブワッといきますけど、ちょっとその辺が落ち着いてきてますのでね。よいしょという感じで、少しこうね、濃淡みたいなのもかけてきましたね。でちょっとまあ軽くですけどちょっと茎のとこも描いて一旦乾かしましょう。で、絵の具が乾きました。絵の具乾きましたので、次はね、拭き取りをちょっとやっていってみましょう。水だけをつけた筆、綺麗な水だけをつけた筆で、ゴシゴシ。もう結構濃厚に絵の具を塗ってありますので、こう拭き取ったりとかすると、水でだけつけてちょんちょんと、おお、いきなりめっちゃ明るくなった。ちょっと明るくなりすぎたなって今びっくりしてます、おじさんはね。これぐらい、しっかり拭き取れますので、こうね、グッと
ね、もうちょっと拭き取れすぎるぐらい拭き取れるぜという感じですけども、少しこう拭き取ってあげたりとかしてください。明るいとことかね、よく見て、まず観察というのが一番大事です。観察をしてで出た。なかなかいい土台になりましたよね。こう見てね、明るいところがこの辺までこうギューッときとるなとかですね。グッ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 とね。で、ちょっとこう濃厚な色で明るい色をグッとこう引き締めるというか、外側からグッとこう形を決めてあげるような仕事を少し何箇所か入れてみますね。グッグッね、ぐっと外側からこう形を決めてあげたりとか、内側の中のぐっとこう決めてあげたりとか、少しこう濃厚な濃い赤の中の赤、ちょっと青とかを入れたりとかしてですね、僕は濃くしましたけど、いやもうこの冷気系の濃い色でぐっと締めてあげたり、外側から決めたり内側から決めたり、結構いると思うんですけども、こういうふうにこう単体のモチーフを見ながら、描いていくということもいい練習になります。何でもそうですけど、今日明日でいきなり上手になるということは僕はないと思っています。なってほしいんですけど、でも一歩一歩ね、皆さんね、一歩一歩です。もう本当にこういきなり160キロの球が打てるわけがない。また野球の例え、大谷翔平君のようにいきなり明日なれるわけがない。夢を持とうね、願っていればいつか叶うんだ。確かにそうですけどね、努力しないといけない部分は努力しないといけないんちゃうかなと思いますのでね、皆様もですね、いきなり今日明日かけるなんていうことはおじちゃんないと思いますし、おじちゃんも仕事がなくなってしまいますのでね。で、少しこの柄的なものも最後にちょっと入れておきます。ちゃちゃちゃと濃い赤い方のが圧倒的にうまくいったというね、おじさん今それ分かってますよ。ザザザザと書いた方がやっぱ良かったんやなと思いました。私の YouTube は本当にこう皆さんのねリクエストとかによって、成り立っておりますので、よかったらリクエストとかいただけると幸いです。皆さんによって、このチャンネルは成り立っております。何もリクエストがなくなったらもうおじちゃんはね、何もやることなくなりますので、ちょっとこうねバラの柄とかも入れて濃いシンクのバラを描いてみました。いかがですか？少しこのね柄が綺麗ですよね。ゼブラ蝶のね、少しこう形のバランスを崩さない程度にしながら、この柄も描いていったということです。という感じで、すごい短かった10分程度で描きました。こういう風にですね、明るいバラ、濃いバラ、両方皆さん描けるようになってですね、制作をもっともっと楽しんでいただければと思います。ということで、2023年最後の作品かな。ということで、バラを描いたという、濃いバラとして明るいバラを描いたということでございました。以上です。じゃあね。バイ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 。